こんにちは。 USJ をゆっくりリハビリウォーク USJ ウォーカーです。本日は DIY 動画になります。旅行では極力荷物を減らしたいですよね。現地で洗濯することもあると思うんですけど、どうやって干そうとか、用意したピンチハンガーが結構かさばるとか、そもそも旅行用の洗濯バサミってわざわざ買ってもあと邪魔になれへんとか、そんな経験ありませんか？今回は軽くてコンパクトに持ち運べる旅行用の洗濯ピンチハンガー用を作っていきます。残った生地で収納袋も作ったので、最後までぜひご覧ください。また作り方を見直せるようにチャンネル登録をいただけますと幸いです。それでは材料から紹介します。ハンガー用簡易ピンチの材料は、洗濯用ピンチ6個、布お好みの柄 34×12 センチ、アヤテープ 1.5 センチ幅15メートルのものを購入しました。マジックテープ、今回は 5×10 センチのものを使いました。以上4点、100均のダイソーさんで全て購入してきました。袋も作る場合はマジックテープを別でもう少し使います。布は今回200円商品のキッズエプロンを利用しています。出来上がりのサイズは横34センチ、縦約5センチ、ピンチまで入れると約10センチです。出来上がりの重さは 39g でした。軽量なので旅行バッグにも気軽に入れていけます。では早速作っていきましょう。まずは生地を必要なサイズに裁断します。今回はダイソーさんで可愛いキッズ用エプロンを200円で見つけたので、34×12 センチ余裕で取れそうな感じだったので、こちらを利用します。エプロンの一番下の部分で作りました。次にピンチを吊り下げる紐部分のカットです。もともとアヤテープを使うつもりでしたけど、エプロンのバイアスが残ってしまうのはもったいないので、それを利用することにしました。通常はアヤテープ、今回はほどいたバイアステープを10センチ ×6 本カット。あとマジックテープをつける布端部分にアヤテープを取り付けますので、横の長さに合わせて2本カットします。サイドを巻くバイアステープをカットしておきます。短辺の仕上がりサイズプラス2センチで12センチ ×2 本。こちらもバイアスでなくアヤテープでも大丈夫です。アヤテープは端をライターなどで炙っておくか、ボンドで固めておくと扱いやすいです。そしてマジックテープです。10センチ長さのままアヤテープの幅に合わせて 1.5 センチ幅にカットしました。おおよそ5センチが3分の1になるイメージです。10センチ ×1.5 センチを3本です。それでは縫っていきます。まずはピンチに吊り下げる紐をつけます。10センチにカットした紐を通して半分に折ります。ずれないように縫い留めます。アヤテープだと横に縫って留めるのですが、細いバイアスにしたので横に縫うのは難しく、ばらけてこなければいいので縦に縫い目を入れました。次にそのピンチを6等分になるように布の表に内側に並べて仮留めします。等間隔にすると見た目も綺麗です。その上からアヤテープを重ねて縫っていきます。反対側も布端の表側、アヤテープが来るように配置します。どちらも内側のラインを縫います。テープごと裏側に折り返します。
この時テープよりはみ出している紐部分があれば隠れるところまでカットをしておきます。裏返したテープを内側になるラインを縫って押さえます。その上にマジックテープを縫い留めます。マジックテープの配置ですが、マジックテープの一つの真ん中に印をつけ、本体の真ん中にも印をつけ、その位置を合わせます。それに沿わせて左右両側のマジックテープも固定します。マジックテープを縫い留めていきます。縫うときは一旦端まで縫ってから図のように補強しつつつけていきます。はい、マジックテープがつきました。最後に再度布を覆うようにバイアステープまたはアヤーテープでくるんで縫います。横に吊り下げ用の紐みたいなものをつけたこともあったんですけど、結局最後まで使わなかったので今回はつけていません。これで完成です。ハンガーにセットして使います。ハンガーを利用するので持ち運びはかさばらず、干す時も小スペースで済みます。とっても軽くて変形自在なので、ちょっと旅行カバンに忍ばせてみてはいかがでしょうか。以前同じようなものをメッシュ生地で2種作りましたが、ステンレス製のピンチは耐久性はいいけど若干重かったです。今回 39g、 前回プラスチックで作ったものが 38g、 ステンレスを使ったものが 65g でした。サイズも可愛くてホテルのクローゼットや浴室の物干しにもかけやすくなっています。今回のものはイラストが可愛くてお気に入りになりました。自分で作ると好きなデザインで作れるのがいいところですよね。また旅行だけではなく、普段から靴下、ハンカチ、マスク、子供の小物、キッチンクロスなどちょっとしたものを干す時にもとても便利ですよ。洗面所やランドリースペースで普段使いするのもおすすめです。ここからは余り布で作った袋を紹介します。今回はキッズ用エプロンを利用したので、その形を生かした共布の袋を作ってみました。今回作ったピンチや洗濯石鹸なんかを入れると、旅行中もバッグの中でバラバラにならず持ち運びもしやすくなります。柄を揃えることで統一感も出ますね。旅行気分が上がります。小さい衣類を入れたり、洗面用品を入れたり、スパバッグ代わりにもなります。吊り下げられるようにしたので邪魔にもなりにくいです。材料は先ほどの残り布と残りのバイアステープをそのまま使います。あと追加でマジックテープを少し用意しました。それでは作り方です。形そのまま、ポケットもつけたまま使います。バイアステープのいらないところは一旦外します。上の部分は置いておいて、襟ぐりのところとサイドは外します。紐の部分は後々紐のまま使うので、ほどくときは最小限ほどくようにします。両サイドを中表に合わせて端にバイアステープを巻いて縫い留めます。上の角からぐるっと回って逆の上の角までバイアステープで端をくるみます。次は底を縫います。先ほどの後ろの中心の縫い目は片側に倒して同じく中表でバイアスで縫い留めます。後ろ中心が真ん中に来るように真ん中と真ん中を合わせるようにします。これで袋の形にはなってきました。
見たところかなり縦長になりそうだったので、そこの角を取ってマチを作りました。一旦端まで縫ったものですが、マチ部分をカットして、そこもバイアスで縫い留めました。真ん中から左右 2.5 センチのところでカットしました。横のラインと底のラインを合わせて生地を留めて、バイアスを巻いて縫います。上の部分で内ポケットを作ります。中表に9センチ折ってまっすぐの線で縫います。下の布地を一緒に縫ってしまわないように気をつけて縫います。私は縫ってしまいました。布を表に返して上の部分を内側に折り込み、外ポケットより少し上あたりの程よいところを探し、一旦クリップで留めます。折った内側にマジックテープを挟んで固定して、前と後ろの両側に分けて縫い留めます。私は家にあった短いものを2本つけましたが、もちろん長いものを1本でも、もっと短いものを3本とか複数でもいいと思います。また家にあるスナップボタンなんかでも代用できます。最後に残っているバイアステープをそのまま利用して紐として左右横のところに縫い付けます。これで完成です。今回は旅行用の軽量洗濯ピンチハンガーを作ってみました。旅行先だけでなく普段使いにも便利なので、ぜひ作ってみてください。このチャンネルでは USJ がもっと好きになる風景や旅を楽しむ DIY 旅行グッズなどをご紹介しています。この動画が参考になりましたら、高評価とチャンネル登録をいただけると嬉しいです。今回作った洗濯ピンチハンガーは実際の旅行でも使う予定です。次回はこのピンチハンガーも含めたウォルト・ディズニー・ワールド旅行のパッキングをご紹介します。ぜひ次回の動画もお楽しみに。ありがとうございました。